お兄さんはどんなテレビ見るんですか？町中華でやろうぜ。どうも熊五郎さんです。本日はこちらじゃん。型番はよくわかんない。 SO240×2 って書いてあるけど、なかなかかっこいいぞ。スピーカーボックスですね。 NFJ さんで売ってるスピーカーボックス、なんかもともとアンプ内蔵のスピーカー用の箱らしいです。それの不良品なのか何なのか分かんないけど、工場からねなんか直接買い付けたやつらしいです。横流しとかそういうんじゃないだろうね。正規で買ったんでしょうね。そのルートはよく分かりませんけど、お兄さんまともなスピーカー持ってないんですよ。お兄さんのデスクの上には塩ビ管で作ったスピーカー置いてありますけど、唯一それがまともで、あとまともなの持ってないんで、ちょっと作ろうかなと思って買いました。箱作るのってすっげえめんどくさいんですよ。あと作ってもかっこよくないんだよね。こういう曲線とかさ、角の面取りとか、こういうところの処理とかさ、むちゃくちゃめんどくさいからさ、フラットな面にスピーカーがボンボンって出っ張ってついてるとかっこよくないしね。ということでね、買いました。裏蓋がないんですよ。だからもともとここにね、アンプがガチャッとついて、多分ここにボリュームとかつくような、そんなやつだと思うんですけど、ここもなんか LED つけるような穴らしいんだよね。そんなスピーカーボックスなんですけど、1個千何百円、結構安いです、これは。で、このサイズだったら邪魔にならないじゃん。結構小さくてね、ナショナルラジオと比較するとこんなぐらいの大きさですね。すごいちっちゃいでしょ。一応今回ね、これを使ってスピーカーを作っていきたいと思います。で、こいつの出番です。ドーン。レーザーリワイヤーさん。お兄さんが修理して直したやつ。これね、修理してから1回も使ってません。理由は邪魔だから。でかいでしょ。あとね、音良くないんだわ、これ。なので、このスピーカーユニットとね、ここにツイッター入ってますけど、これをこいつにつけらんないかなと思ってちょっと買ってみたんですよね。ということで、やってみましょう。じゃあやっていきましょう。まずね、このグリルを外します。1回開けてるんでね、開けやすいと思います。あんまうまくいかないな。普通にこっちの方がいいね。はい、取れました。トルクサ8ぐらいかな。トルクサ8ですね。はい。はい。で、ここにアンプがついてるんですけど、アンプの再利用できるんだけど、このアンプって押しボタンなんですよね。さすがにこれ嫌なんで、このアンプはもう使いません。スピーカーユニットだけもらいます。このついた接着剤だ。どうしよっかな。これだね、接着剤。流し込んであるよ。結構べったりやられてるな。ちょっと温めてみるね。温めてちょっと入るけど。入った。相当やられてんな。多分ね、感覚的に80度ぐらいまで上げれば接着剤は緩みますね。ただ相当がっちりつけられてるっぽいよ。取れた。すごくない？このゴムみたいなやつがぎっちりついてる。ほら。やっと取れた。やばい。この接着剤やばいわ。べったりくっついてる。わかりますかね？このゴムみたいになってんの。硬いんですよ、これ。結構力入れてこんな感じです。なんだろう、セメダインみたいなやつかな。とりあえずスピーカーユニットいただきました。あと合うのかどうかね、これが。なんか全然ダメっぽいな。ちょっと大きいのか。多分。2ミリぐらい大きいんだね。あとね、マグネットサイズがギチギチ。ちょっとやっぱマグネット大きいんだね、このスピーカー。ね、スピーカーサイズぴったりだもんね。裏から当てると。ただ裏当てだとな、ここの段差とかが嫌だよね。なかなか難しいっすね。あれ、こっち目印ついてる方がプラスじゃないの？こっちについてるけど。あれ？こっちも赤だな。どういうこと？こっちは赤線と黒線。こっちも赤線と黒線が入ってるな。
あ、スピーカー、ツイーターとスピーカーで位相逆にしてあるってことか。こっちが赤い印ついてるから、多分こっちがプラスだと思うんだよね。だけどこっち黒線なんだよ。位相変えてんだな。レーザーのスピーカー、ユニットは、なんて読むんだろう。ティンパニー DPM51、4オーム、20ワット。あんまいいスピーカーじゃないよな。マグネットはでかいけど。つけるには、だいぶ切んないといけないね。この穴のプラスちょっとぐらいまで切んなきゃいけないね。この辺までバチーンと切んなきゃいけないわ。で、ツイーターの方は、ぴったりだね。裏で当たってるけど。ね、こんな感じだね。裏がね、こんな感じで小さいんで。もうちょっと切んなきゃ入んないけど。あと、ついでにね。はい。レーザーロゴいただきました。はい、それじゃあ、切りましょう。切れんのかな？切れ目入れなきゃダメだよな。あ、これで切れちゃうよ。すげえな。このね、縁のリブのところだけ一回切って、で、カットします。これでギリか。結構切り落としたんだけどね。多分これでちょっとバリを落とせば入りますね。ギリギリです。はい。あとは、ツボさんやすりだな。マグネットにつくと嫌なんで、カバーしておきます。はい。スピーカーの加工はこれで終わりだな。はい。スピーカーの加工終わりましたので、次はツイーターね。まず、この邪魔な配線取っちゃいましょう。このコンデンサーは何ファラド ?63 ボルトの 0.68 マイクロファラドか。の極性なしだね。よくわからないメーカーですね。リーガー SBP って書いてあるね。で、このツイーターはね、この箱の裏側から取り付けで、この形にしなきゃいけない。こんな感じで大きさ合ってないんでね。上下結構落として、左右も落とす感じか。横はこれぐらいだったね。こんな感じの加工だね。これで入るんじゃない？こんな感じです。これで入るね。やっぱりね、予想よりね、加工大変です。ツイーターの問題も解決した。で、じゃあ取り付けとはいかないんですよね。それが辛いところ。結局この状態で仕上がってもかっこよくないじゃん。本来ならここに飾りのリングがつくんですよ。大体そうなってるでしょ。で、そのためのここの段差もついてて、表面パネル、段差になってるんだよね。なのでこの1段目の段差のところからこのスピーカーに対して飾りパネルをつけなきゃいけない。じゃあどうする？これを使う。元々のやつ。これでこう隙間を埋めていくと。これね、これを綺麗に輪っかで切ってここにはめればこう仕上がるからね。かっこいいでしょ？これ周りの鉄板見えないから。そういうことです。こっちの方測定しようか。ここの外径が81、82ギリギリないぐらいかな。82だと多分はまんないかな。でもこれが82なさそうなんだけど。そうね。段差出ちゃうね。ここの縁が段になってるんですけど、ここまで入っちゃうね。82だと。綺麗に取れるマックスでね、80ミリだな。まあいいか。やってみるか。中心点取れないんでね、絶対ずれますけど。最後は現物合わせてやります。こんな感じ。これをね、なんとかして切り抜きます。で、これに関してはね、もうニッパーとかで切れませんから、皆さんお待ちかね。こちら、レシプロソーで切ります。じゃあやっていこう。この辺バンバンと切ります。さすがに楽だね。とりあえずね、この2つを切り出しました。
まあ、表面こんな感じで、裏はね、もうこういう感じになってるんですよ。まあ、さっきはね、ここからぶった切ったけどね。これが邪魔になるんで、こういうリブもね、結局落とさなきゃいけないんで、これ多分大変だよ。はい、細かいカットするのに、こちら用意しました。タックライフ。これで切っていこうと思います。できるかな？で、こういうの扱うときはね、必ず防護メガネしましょう。お兄さんはブルーライトもカットできる防護メガネを装着します。では行きます。結構切れるな。溶けちゃうね。顔面にもね、バシバシぶつかってくるよ、この破片が。なんとか切り出しはできた。これで裏面がある程度フラットになりましたね。まだ粗削りですけど、こんなにプラスチックだったの久しぶりだな。まあ、実際この辺はね、適当でいいんですよ。大きい出っ張りがなくて、外側が綺麗だったらもうそれでいいのよ。とりあえず求めてる形にはなりました。これで外周が綺麗に削れれば OK。いや、こんなにね、部屋が散らかるなら、頑張って 3D プリントした方が良かったね。さすがにね、現物合わせもちょっと限界を感じたんで、こちら用意しました。ちょっとね、専門工具すぎて皆さん知らないと思うんですけど、コンパスってやつですね。綺麗な円が描ける工具です。ちょっと使い方がわからねえ。ここに返しが入ってんだね。カタカタ言ってやだね。この仕上がりで 62.6。まあ、こんなのを作りたいと。一応マークできたね。この鉛筆の線に沿ってちょっと一回削ってみたいと思います。一応なんかガイドに沿って切ってみた。おお、ほぼほぼ合ってるね。お、すごい。あと1ミリぐらいだ。はい、化粧パネル。こんな感じでどうでしょう。ちょっと引っかかるけど。出っ張りもほとんどないですね。この辺ちょっと出てるかな。これ修練だよね。こことここのへこみはもともとだからね。この段になってるのは。これはしょうがない。まあ、こんな感じでスピーカーがついて、リングがつくと。で、ここにツイッターがつくと。こんな感じでどうでしょう。頑張ったよ。はい、次は裏面だね。ここの板を作ります。まあ皆さん知ってると思いますけど、お兄さん結構材料こだわるんですよね。最高級の板を用意しました。みんな知ってるかな？ダイソーっていうブランドなんだけど、一応ね 5mm 厚かな ?6mm か。6mm だとちょっと薄いんだけど、これがちょっとくせ者で、まあ、ここに当てるんだけど、これね、どれぐらい ?3mm ぐらいかな。それしかないのよ。要は、これパワードスピーカー用のボックスだから、まあ、プラスチックかなんかの板なんだろうね。アンプをここにベシってつけるやつなのよ。木材で蓋するようになってないんだね。なので、まあ、なるべく薄いやつなんだよね。2、3mm の板で蓋してもしょうがないから、ちょっと飛び出るけど 5mm っていう。6mm か。だからかなり飛び出ます、ここだけ。ピョンって。もうそれはしょうがない。フラットにはちょっと仕上がらないですね。でもまあ、それはしょうがないっしょ。ということでね、測っていきましょう。92.5。92の120。じゃあこっちから92取るか。じゃあ切っていきましょう。もちろんこれでね。はい、一応切り出しました。大丈夫そうだね。あと角落とせば OK か。
うん、大丈夫だね。これで入りますね。で今度この裏蓋にまだまだ終わんねえんだよ。端子ギリサイズだよ、うん、結構ごつい。 48？ でどうやって穴開けるかだよな。これ使ってみるか。なんかだいぶ昔に買って一回も使ってないんだけど、多分 Amazon で買ったのかな。穴開けツールですね。重っ、超ごついよ。めっちゃ重い。いい。うん、重いけどいいね。うん。これで一応交差するところを下穴開ければいけるかも。はい、一応下穴開けました。永遠と進みませんね。まあでも木工ってそういうもんだよね。これで下穴は OK。はい、そしたら塗っていきましょう。はい、塗装やっていきます。まずシリコンオフね、やっちゃいますね。ごめん、ゴム忘れてた。はい、出してきたらプラサフ吹いていきます。プラサフはね、板の方にも塗っていきます。はい、そしたら次は艶消し黒塗っていきます。で、艶消し黒といえばこちらビバブラック。はい、ビバブラック塗ったんだけどさ、思いのほか艶が出ちゃってる。艶消しのクリア拭いときます。はい、そしたらボックスの吸音処理やっていきましょう。吸音材もね、ちょっとブランド物ですけど、ダイソーのフェルトを使います。うん、これで全面的にね、軽く入れてある状態ですね。はい、そしたら配線の方やっていきましょう。まずね、ここからコンデンサをいただきます。あと、ツイーターの逆接続もね、やめます。めっちゃベタベタなんだけど。最悪です。はい。で、スピーカーケーブルはね、こちら、ベルデン8470。こちらで配線していきます。とりあえず配線ムキムキしちゃうか。めんどくせえ。やっぱ太い配線はうまくいくね。細い配線全然ダメだけどね、これね。早いね、やっぱね。楽です。あと一応予備ハンダもしときましょう。はい、じゃあ、まずついただね。とりあえずこのついてる汚いハンダが嫌い。一応こんな感じですね。スピーカーもハンドでつけちゃいます。こんな感じでつけました。じゃあ早速つけていきましょうか。ツイーターの固定なんですけど、
本当はね、ここにネジ穴があるんですけど、ネジ固定するんですけども、これネジ固定できないので、形も全然違いますし、ちょうどいい位置に固定した状態で、ホットボンドで全部固めちゃいます。これね、ちょっと今細かく切ったんだけど、こう置いて、ホットボンドのガンがこの中に入らないんで、こんな感じで置いて、ヒートガンで炙って溶かしてあげようかなと思ってます。予想以上に難しいですね。この状態だね。これでお兄さんの指は100度に耐えられるのかっていう話だけど、無理だよね。ダメだ、100度で溶けねえ。150度で溶けるね。だいぶべったりついたよ。こっちだけしか固めてないんで、多少動くけど、スピーカー自体ずれなくなったね。一応位置はぴったり合わせた。あとは押さえつけながら、ホットボンドを全体に流しちゃえばいいかな。一応こんな感じできっちりシールできましたね。いいんじゃない？で、このリングはね、接着剤で固定しちゃいます。接着するのは当然、セメダインスーパー X ですね。はい、一応このリングもね、15時間ぐらいかな、乾燥させたんで、もう取れないと思います。ということで、裏側やっていきましょう。どうしようかな。これつけてから端子入れるか。先に板つけちゃおう。で、こっから端子だね。で、端子の前にコンデンサをつけなきゃいけないのか。まずハイパスフィルターつけちゃいますね。ハイパスフィルター。で、やりたかったのは、こっちはこれで押さえちゃう。こうね。で、こっちはこれで押さえちゃうと思って。これも束ねちゃうか。こうやって。こんな感じだね。一応こんな感じでハンダ付けしました。平端子で作った方が楽だね。こんな感じだね。はい、一丁上がり。はい、完成。音出してみよう。はい、ちょっとアンプの関係でね、メイン PC の方につないで音出したんですけど、もう音聞いたんですけど、音ね、予想の2倍ぐらい良かったです。レーザーリーバイアさんの音聞いたことないとちょっと何とも言えないんだけど、結構ボリューム上げないと音がうまく出ないスピーカーだったんですけど、普通に綺麗に音が出るスピーカーになりました。で、スピーカーがね、何センチ ?5 センチスピーカーかな。ちっちゃいんですけど、低音しっかり出ます。で、全然音がビビったりでもしないんで、フーバー2000のイコライザー機能で低音ちょっと上げてみたら、それでも全然 OK でしたね。で、お兄さんの今の比較対象っていうのが、比較対象っていうか、普段聞いてるスピーカーが、フォステックスの FF105WK っていう10センチフルレンジのスピーカーを聞いてるんですけど、こっちのはちょっと音いいかもしれないですね。ちょっと音出してみますね。こんな感じです。ピンマイクで撮ってるだけなんで、音がいい悪いっていうのはちょっと伝わらないと思うんですが、いい感じです。かなり満足。
はい、無事にスピーカー作れたんで、こちら、もっちりわらび餅練乳パインということでね、いただきましょう。なんか食べた気もするんだけど、いただきます。先パインから。なんかすごく美味しくないんだけど。いただきます。なんか甘いな。これは美味しくないぞ。これはね、全然美味しくない。もっちりわらび餅練乳パイン。製造者わらべや日用デザート工場。カロリーは139キロカロリー。なんかね、だいぶ美味しくない感じですね。はい。はい、ごちそうさまでした。はい、今回スピーカー作ったんですけど、予想よりもね、いい音がして、ちょっとびっくりしました。レーザーリバイアさん、この形だとね、使いづらいですからね。ボックス容量が増えたのと、バス F 構造になったっていうところかな。だいぶ音良くなったね。そう、ジャンクのアンプとかもちょっと仕入れたんで、動作チェック用に使っていきたいと思います。はい、ということで、熊五郎兄さんの DIY では、普段ジャンク品の修理やってます。こんな動画ですが、また見たいなという方はチャンネル登録、面白かったらグッドボタンお願いします。それではまた、熊五郎兄さんでした。バイバイ。